皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、科学技術が発達して、科学が万能になった時、神様の存在について考えてみたいと思います。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。科学の進歩が進むにつれて、人々は新しい知識と理解を得ることになります。これが進むと、神話や宗教的信念が科学的な知識によって置き換えられる可能性があります。ただし、これは個々の信念や文化に依存するものであり、異なる人々や社会によって異なる形で進むでしょう。科学的理解の普及。科学の進歩が進むことで、人々は日常生活から宇宙の根本的な仕組みまで、より深い理解を得るようになります。これにより、神話や宗教的な説明が次第に必要なくなり、科学的な知識が一般的に広まります。科学的理解の普及は、我々の日常の様々な側面に影響を与えます。例えば、かつては、雷や地震などの自然現象が神聖視され、それに対する畏敬の念がありました。しかし、科学が進むことで、これらの現象についての合理的で理解可能な説明が提供されるようになりました。また、医学や生物学の進歩により、病気の原因や治療法に関する知識が向上し、人々の健康維持に大きな影響を与えます。科学的手法は食品安全、医薬品開発、疾病予防などの分野で積極的に活用され、これによって私たちの生活が向上します。宇宙や時間の概念についても、科学は前例のない洞察を提供しています。宇宙の起源や進化、地球の歴史に関する新しい理解が形成され、これが教育や一般の知識として浸透することで、人々は従来の神話や創造神話に代わる科学的な解釈を得るようになるでしょう。ただし、これはあくまで一般的なトレンドであり、個々の信仰や文化によって異なります。一部の宗教団体は新たな知識を取り入れ、自らの信仰体系を変革するかもしれませんが、一方で、一部の人々は従来の信仰を堅持するでしょう。宗教的解釈の変化。宗教的解釈の変化は、科学の進歩に対応して、宗教の信仰体系や教義が新しい知識に適応するプロセスを指します。これは、古典的な宗教的信仰と最新の科学的事実の調和を模索する試みであり、いかにその側面を探っていきます。まず、宗教的解釈の変化は、宗教指導者や信仰共同体が科学的発見に対して開かれた態度を持つことから始まります。進化論や宇宙の起源に関する科学の進歩がこれに該当します。一部の宗教的指導者はこれらの科学的事実を受け入れ、神秘的な側面と調和させる方法を模索します。進化論が生命の多様性を説明する一方で、信仰者はそれが神の計画の一環であると解釈することがあります。宗教的解釈の変化は、聖典や教義の再解釈を通じても現れます。古代の聖典が科学の進歩と衝突する場合、一部の信仰共同体は、聖典の象徴的解釈や義理的理解を強調することがあります。このアプローチは、聖典の教訓を宗教的な真理と調和させ、同時に科学的知識を尊重する試みです。また、宗教的解釈の変化は、宗教内での対話と対話の促進を通じても進展します。異なる信仰共同体や宗教的見解が科学的知識を共有し、相互理解を深めることで、新たな華僑が築かれます。これによって、
宗教的な信仰と科学的な知識の間に敵対的な関係ではなく共存できる可能性が生まれます。ただし、宗教的解釈の変化は一様ではなく、異なる信仰共同体や宗教指導者の立場によって異なります。一部の宗教的グループは厳格な伝統主義を守り、新しい科学的知識に対して抵抗を示すこともあります。新たな宗教的潮流の出現。新たな宗教的潮流の出現は、科学の進歩や社会の変化に対応して、従来の宗教とは異なる信仰体系や精神的なアプローチが形成される現象を指します。これは、人々がより包括的な世界観や新たな精神的なニーズに応えようとする試みと言えます。新たな宗教的潮流は、しばしば現代の科学や技術の進歩と共鳴しつつ、独自の信仰や実践を提供します。例えば、自然主義的な信仰や宗教的エコロジーが、地球環境への尊重や生態系との調和を重視する新しい宗教的潮流の一例です。これらの信仰体系では、科学的な事実や自然の法則が神聖視され、環境保護が宗教的な実践の一環となります。また、心身の健康や内面の平和に焦点を当てる宗教的潮流も増加しています。瞑想やマインドフルネスなど、古来の東洋の哲学や宗教的実践からインスパイアされたものが、現代社会で新しい宗教的潮流を形成しています。これらの潮流では、科学的な研究結果がストレス軽減や心の健康に及ぼす影響を強調し、個々の幸福や精神的な充実を目指します。技術の進歩によって、仮想現実や人工知能などの新たな要素を取り入れた宗教的潮流も登場しています。これらの信仰体系では、デジタルな世界が霊的な体験や成長の場として捉えられ、人間とテクノロジーが融合する未来への信仰が表現されています。一方で、新たな宗教的潮流は従来の宗教とも交わり、対話を通じて異なる信仰の架け橋となることもあります。異なる文化や宗教の要素が融合し、新たな信仰体系が形成されることで、宗教的多様性が豊かに展開される可能性があります。宗教と科学の共存。宗教と科学の共存は、伝統的には対立の構図が描かれることがありましたが、新たなアプローチや理解によって、これら2つの領域が互いに尊重し合い、共存する可能性が広がっています。一つのアプローチは、異なる諸領域の尊重と呼べるもので、これにより宗教と科学は、相互補完的な存在と捉えられます。宗教が人間の精神的な側面や道徳的な指針を提供する一方で、科学は物質的な世界の理解や技術の進歩をもたらします。この立場では、それぞれの領域が異なる問いに対応し、人間の多面的な存在をカバーしていると考えられます。例えば、宗教的な信仰が個人にとって意味や希望をもたらす中で、科学は現実の法則を理解し、医学や技術の進歩によって生活を向上させます。こういった視点では、宗教と科学は対立ではなく、異なる側面を補完し合っていると位置づけられます。もう一つのアプローチは、対話と調和と呼ばれ、宗教と科学が異なる言語や方法で、同じ真実を探求しているという視点です。宗教的な理解や経験が、人間の内面的な側面を照らし、科学が外部の現象を説明することで、両者は共通の目的を持っていると捉えられます。この立場では、宗教的な洞察が科学的な発見を豊かにするとともに、科学が宗教的な信念をより理解可能な形に導くことが期待されます。このようなアプローチが進む中で、宗教と科学の共存は、異なる信仰体系や文化において、異なる形をとることがあります。一部の宗教団体は、科学的な進歩を歓迎し、信仰と理性を調和させようとします。逆に、一部では従来の信仰に厚く執着する傾向もあります。
未来の神様について。未来の神様についての展望は、科学の進歩や宗教的な変容によって多様な可能性が広がっています。未来の神様は、従来の神聖な存在から宗教と科学の共存や新たな宗教的潮流の出現に影響を受け、新しい形態をとるかもしれません。一つの可能性は、未来の神様が人間の精神や道徳的な側面を尊重しつつ、科学的な理解に基づいた存在として現れることです。宗教と科学の共存が進む中で、神様は従来の神聖な属性だけでなく、自然法則や宇宙の仕組みを司る存在として捉えられるかもしれません。これは、異なる信仰体系が相互に尊重し合いながら、共通の精神的な原理にアクセスする未来を示唆しています。また、新たな宗教的潮流の出現により、未来の神様が独自の形態で現れる可能性もあります。環境への畏敬やデジタル技術への信仰が組み合わさり、宗教が自然とテクノロジーを融合させることで、新しい神様の概念が生まれるかもしれません。人間がテクノロジーを通じて創造的な力を持つ一方で、自然との調和を重視する信仰が未来の神様の属性を形成する可能性が考えられます。異なる信仰体系や文化が対話し、相互に影響を与える中で、未来の神様は多様性を反映した存在となるでしょう。異なる宗教的見解や科学的知識が交わり、共通の理解を築くことで、神様の姿はより包括的で進化したものに変容するかもしれません。一方で、一部の人々は伝統的な信仰を堅持し、未来の神様においても従来の神聖な属性にこだわる可能性もあります。このようなアプローチでは、宗教的伝統が未来においても持続し、神様の姿勢や意図が変わらないと考えられます。未来の神様の姿は多様で、個々の信仰や文化に依存します。しかし、科学の進歩や宗教的な変容が進む中で、異なる信念が共存し、未来の神様がより包括的な存在として、人々の心に響く可能性が広がっています。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。